どうもー、エムズハウスヒロです。本日のいただきレシピは王道の肉汁ハンバーグ。はい、こちらの商品こちらのメニューですね、こちらのメニューは、ジューシーさとコクを究極まで追求いたしました。ハンバーグのですね作り方の重要なポイント、こちらもですねしっかりとご説明いたしますので、ぜひぜひぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。では調理開始いたします。はい、それではまず玉ねぎをみじん切りにします。はい、では先ほど切った玉ねぎを飴色になるまで炒めます。油適当ですね。適量ですね。ごめんなさい。はい、では玉ねぎ入れます。はい、で炒めます。でですね、ここで塩をちょっと入れてあげましょう。そうすることによって、玉ねぎから浸透圧のね、浸透圧で水が出てきますので、水分ですね。この水分が出てくることによって、玉ねぎを飴色にする時間が短縮できますので、ぜひ皆さん試してみてください。はい、ほんのりと飴色になってきましたね。でもこれまだまだですね。ちょっと面倒ですけど、まあ皆さん美味しいハンバーグをね食べたい、家族にも食べさせてあげたいと思ったらね、頑張りましょう。ここはだいぶ飴色になりました。でちょっとね焦げもありますけども、これぐらいの焦げはもう本当に大丈夫です。これもまたコクになりますので、これぐらいの焦げでしたら大丈夫です。で飴色になったら、火を消していただいて、でこちらのバットに、横の方がいいかな、バットに移してもらいます。でも別にバットじゃなくてもいいんですけども、ただこれを冷やしたいんですね。今熱を持っているので、これを冷やしたいので何でも構いません。他の容器に移してください。そしてこのまま粗熱を取って、ラップをして冷蔵庫で一旦冷やします。はい、では、先ほどのね飴色玉ねぎを冷やしてる間に、今度はソースを作りたいと思います。で、先ほど1/2玉ねぎ、飴色玉ねぎで使ったんですが、残りの1/2をソースに入れます。で、これはもうこのままスライスしてください。1センチ弱ぐらいでいいと思います。もう普通にスライスしてください。はい、で今度はしめじ、ぶなしめじですね。でこれは、1/2株今回使います。でこの石突きの部分ですね、ここはやはり取っていただいて、ここは取っていただいて、あとはもう手で裂いていただいて結構です。はい、次にきのこ、これまいたけですね。まいたけで、これももう手で裂いちゃって結構です。
舞茸すごい好きなんですよね。キノコの中でもキノコ類すごい好きなんですけど、舞茸は本当に好きで、舞茸の天ぷらとかも本当に美味しいですよね。でこれも手で裂いてください。はい、ではソース作っていきます。中火ぐらいでいいと思います。でここにバター、こちら約 15g ですね、入れていきます。で溶かします。はい、で先ほど準備した、玉ねぎ入れます。玉ねぎをねまず最初にね軽く炒めましょう。ちょっとキノコ入っちゃいましたからね。はい、軽く炒めましたらキノコ類入れます。これが、しめじですね。舞茸入れます。でこれをさらに炒めていきます。はい、でここでですね、中弱火ぐらいにしてください。そしてまずウスターソースこれ入れます。ケチャップ、これはお好み焼きソースですね。おたふく、僕おたふく好きでよく使います。みりん入れます。そしてここでちょっと混ぜます。なじませますね。はい、でなじませたら今度は砂糖入れますね。これがトマトジュースです。今回のソースはご家庭でご準備できる調味料を使ってさらにちょっと甘めに作っております。お子様もね好んで食べれるように、で大人の方も本当に美味しく食べれるようにと、家族みんなで食べれるようにちょっと甘めのねソースを作りたいと思います。なんだかわかります？これ生クリームです。生クリームも入れちゃいます。これもコクが出ます。生クリーム、また登場しましたバターですね。これもコク出しです。バター入れます。バターで炒めてバターで締めるといったコクコクコクのソースです。はい、あとは余熱で火が通ると思いますので一旦これでソース完成です。はい、それではいよいよハンバーグのメイン、種を作っていきたいと思います。でその前に準備としてですね、このパン粉、これ、一応生パン粉今回使います。であれば本当に生パン粉を使っていただきたいです。でもなければ普通のパン粉でも結構です。でここに先に牛乳を入れちゃいます。牛乳見えますか？これを入れます。混ぜます。もう最初に染み込ませておいてなじませておいた方が混ざりやすいです。きれいに混ざりやすいので最初に混ぜてしまってください。でここでコク出し、またここでコク出しですね。これオイスターソースです。これを入れます。これももう混ぜちゃいます。はい、これぐらいですね。パン粉に、オイスターソース、そして牛乳が、染み込むまで混ぜ合わせてください。はい、こちら牛脂ですね。これお肉買うとよくスーパーで無料で置いてますよね。それを、もらってきました。この牛脂を使います。3つ、大体約 50g ぐらいだと思うんですけども、これを細かくして、種に入れていきますので、これを細かくしますね。切り方はもう何でも、本当にこれは何でも結構です。もうとにかく、ある程度細かくしてもらえれば。合いびき肉入れてます。でこちらね、先ほど冷やしておいた飴色玉ねぎ、これを入れます。
さっき作ったパン粉ですね。牛乳とオイスターソースを浸したパン粉、これを入れます。先ほど切った牛脂、3個分約 50g ですね。はい、入れます。牛脂、これがね今回のポイントになるものですね。で、塩も入れます。ナツメグ、これは必ず入れてください。もうこれを入れるだけでもうかなり本格的な味になりますので、もう本当に。そして最後全卵ですね。これを入れます。1個入れます。はい、そして最後にですね、胡椒適量入れます。ブラックペッパーですね。はい、それではこれ実際にこねこね混ぜ合わせていきます。で、こねこねする前にですね、ちょっとこれを見てください。これよりもさらに大きいボウルに氷が大量に入っております。で、これが今回重要な本当にポイントになります。で、これはまた後で説明しますので、これとまずこれを重ねる。この上に乗せる。はい、こんな感じですね。この状態にしてください。で、ちょっとね、油をつけた方が手につかないので油塗ります。これ皆さんやってくださいね。はい、それではですね、実際にこねていきたいと思います。はい、でこれなぜ氷を下に引いたかというとですね、これ引かないまま何もやらないままやってると手の温度でこの合いびき肉の脂が手の温度で溶けてしまうんですね。で溶け出してしまうと肉汁を閉じ込めることができないんです。つまりジューシーなハンバーグができないんですね。これ今動画ではわからないと思いますが、これやるだけでも非常にこの中もう冷たいです。本当に手がもうねちょっとかじかむぐらい冷たくなってます。でもこれが本当に大事です。で、粘りが出てくるまで混ぜ合わせます。だんだん粘り気が出てきました。でもまだですね、まだね、こねてください。で、牛脂の塊がたまにあると思うんですけども、見つけたらこれも指で潰すように混ぜてくださいね。これぐらいですね、もう粘りが出てきたら OK だと思います。ではですね、一旦私手を洗いますね。はい、ではですね、またここで手に油をたっぷり塗ります。もうほんとたっぷり塗ってください。ね、ちょっとギトギトになるのが嫌かもしれませんが、ひっついちゃうんで。で、これを手にたっぷりまんべんなく塗ったら、いよいよ種を成形していきます。はい、で種に戻ります。で、本来これ今回4人分、家族4人分っていう形で作ってますので、こう伸ばしていただいてね、こう4つに割っていただいて、でこの4分の1を取ってパンパンやっていくっていう形なんですけども、今回ねちょっと4人前なんですけども、ちょっとでかいハンバーグを作りたいと思うので、もう4つを、本来4つをもう2個にしちゃいます。だからもうこれいっちゃいますね。これガツンといっちゃいますね。はいはい。でこれで成形していくんですけども、まずこうね、空気抜いてください。これ大事です。空気抜いてください。空気を抜く作業、空気を抜かないと焼いてる途中で割れてしまったり、やっぱり肉汁がそこから溢れてしまったり、とにかくもったいないことが続いてしまうので、成形してください。で慣れてくるとこれだんだん速くなってくるので、でもし慣れない人はこれで結構ですよ。別にこれでも十分空気を抜けますので、ゆっくりこれで結構です。今回はねちょっとね形を
ちょっと長細くしていこうかなと思ってます。こういう感じの形にしたいなと今回は思います。でこれ見てください、肌ね、かなりしっとりとしたもちもちの肌になってるでしょ。これぐらい叩けばもうほとんどっていうかほぼもう空気は中に残ってないので、これぐらいにしてください。でちょっとねへこましていく、この真ん中をね軽くへこまして、こんな感じですかね。はい、ハンバーグ成形が終わりました。空気抜きをしているところで、成形しているところでまたその手の温度がねちょっとね入ってしまったかと思うので、これをまたラップをして30分から1時間、本当は1時間ぐらいしてほしいですね。冷蔵庫に入れて冷やしたいと思います。はい、それでは冷蔵庫で1時間冷やしましたので早速焼いていきます。はい、ではフライパンに火を入れていきますね。中弱火ぐらいですね。油を入れます。はい、じゃあこのフライパンに入れます。はい、これでしばらく置いときます。はい、ではですね、今これ見てもらえます？この端ね、色が肉火で変わって火が入ってきて変わってきてると思うんですけど、これがねこの高さの半分より下ぐらい、半分よりちょい下、約半分のぐらいの高さですね。だったら一回このままひっくり返してください。はい、そうするとほらいい色になってるでしょ。はい、でここで火を弱火にしてください。弱火でこのまま蓋をします。蒸し焼きですね。はい、このまま蓋をして10分待ちます。はい、それでは10分経ったんで、火を消しました。見てみましょう。で、あくまで火が通っている、確認の仕方なんですけども、これですね、つまようじ、これを真ん中に刺していただいて、いきますよ。わかります？ね、肉汁が、透明な肉汁がこれ出てくるんですけども、はい、これが出てきたら、透明だったら、中まで火が通ってる。今どんどん出てきてますけどね、中まで火が通ってるという証拠でございます。この辺ですね。ちょっとカメラだとね分かりにくいかもしれませんね。いや、分かるかね。これが透明です。これが OK のサインです。はい、それでは特大ハンバーグ盛り付けていきます。よいしょ。はい、タレかけていきます。はい、そして上にたっぷりのきのこと玉ねぎをのせます。はい、で最後にですね、ここでクレソンのせます。はい、それでは肉汁ハンバーグ完成でございます。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。実食いたします。でもその前にこちら、はい、こちらイネディットというお酒になります。ビールですね。はい、大変珍しいビールですね。じゃあこちら早速飲んでいきたいと思います。はい、これね、みんな不思議に思うでしょ。なんでワイングラスにビールついでんだとね、言いたくなるでしょ。僕もなんですけど、これカルディさんで買ったんですね。カルディさんで買ったんです、イネディットで。ビール界のドンペリって呼ばれてるコップに書かれてあって、もうそれで異常に気になったんで、僕カルディさん大好きなんでしょっちゅう行ってるんですけど、
もうこれ初めて見つけたんですね。ビール界のドンペリ。そしてワイングラスで飲んでねってさらに横にポップで書いてあったんですよ。ですから今日はワイングラスで飲んでみようと思いました。で実際じゃあ早速飲んでみたいと思います。ビール界のドンペリ、さていかほどなのか。いきます。あ、飲みやすい。でもなんだろう、ビールっていう感じじゃないですね。なんか日本のドラフトビールっていう感じではなくて、エールに近いですね。エールに近くて、分かりやすく言うと確かにビールとワイン、白ワインを2対1ぐらいで混ぜたような、そんな感じの味です。でも非常に飲みやすいです。うん、うまい。おしゃれですよね、瓶もね。世界で最も多くの賞に輝くシェフフェラン・アドリアとダム社のビールマイスターが生んだ麦芽&小麦の独創的なビールと書いてますね。ビールです、あくまでね。美味しいです。OK。 じゃあ早速今日肉汁たっぷりジューシーハンバーグ食べたいと思います。じゃあ皆さんいただきます。いただきます。早速いただきたいと思いますね。チェック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 、見て見て見て、ほら肉汁肉汁、ほらほらほら、どんどん出てる出てる、見える見える見える、ほら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 、もうほらほら、どくどく溢れてるでしょね。え、これもったいないもったいない、肉汁もったいないもったいないもったいないけど、これぐらい溢れる肉汁ハンバーグいただきます。ゲラうまですわ。ゲラうま、最高。めちゃめちゃうまい。これね、今日本当に洋食屋さんを超えたんじゃないか、いや超えたなっていうぐらいのハンバーグなんです。そして大人も子供も楽しめる、ご家族で楽しんで本当にハンバーグ食べていただきたいという思いがありまして、僕も大好きなんですけれども、作りました。だからソースもちょっと甘めにね作ってます。はい、めちゃくちゃ甘いわけではないです。ちょっと甘めに作ってますし、お手元で簡単に揃えられる調味料、そしてね、いくらでも使うことができる調味料、要はそのよく使う調味料でソースも作りました。そしてハンバーグの焼き方、これも焼き方、こね方、これもご説明いたしました。これ本当に今日はポイントだらけなんです。ハンバーグって本当に非常に本当に難しいんです。はい、本当にジューシーなハンバーグを作ろうと思ったら本当に難しいので、ぜひ私の作ったやり方を参考にしてみてください。本当に家族みんなで楽しんでいただきたい。そしてこのソース、ご飯にも合うように作りました。ご飯何杯でもいけます。もうぜひ作ってください。そしてこのビールなんだっけ、2リットルいただきます。はい、それではですね、そろそろお時間になってまいりました。本日のいただきレシピはこれで、終わりになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは本日も美味しくいただきました。どうもありがとうございました。